はい、トヨタヤの、スタッドレスタイヤ新製品です。新旧乗り比べですね。同じプリウスで比較することができます。今日はアイスバーンというよりもその完全にちょっと新雪に近いような雪の条件になってますけども、こういった路面も冬の北海道あるいは、日本海側の地方ではよく出る路面なので、特にアイスバーンというわけではないですけども、新雪圧雪含めて、今日は評価することになると思います。車はプリウスでトラクションコントロールとか VSA は特にカットスイッチがついてないので、ほとんど電子制御にお任せという感じになりますね。横滑りと ABS は機能しています。スタッドレスはもともとスパイクタイヤが粉塵公害問題でピンのない状態のタイヤを作るというのが80年代初めに起きた公害問題から起きたタイヤですね。で最初はもう本当に北海道でスパイクピンがないともう死活問題になってたんですね。自分の家まで坂道登れないとか交差点止まれないとかで、多くの人たちがそのスパイク脱スパイクしたわけですけども、でもやってみれば、10年ぐらい経った90年代ぐらいから、なんとか目処が立ってきて、北国で過ごす人々も慣れてきて、そのおかげで軽自動車とか、そういう生活に根ざした車も四駆が出てきたので、そこそこスタッドレスタイヤが実用的に使われるようになりましたね。ただ、依然として課題に残っているのは0度 C 近辺の一番滑るのは水を多く含んだアイスバーンということで、0度 C 近辺、特に札幌とか旭川市内の都市部で生じるアイスバーンが、みんな交差点でブレーキ踏むのでそこだけ磨かれていくし、気温も少し高いということで一番滑りやすい路面になるんですね。さあここでちょっと発進テストをしてみましょうね。新しい東洋のスタッドレスはそういう意味で特に旧モデルよりもアイスバーンに特化して開発されてますから、アイスバーン性能で評価するのが、新製品の正しい評価法ですけれども、今日は、コースの関係でなかなかアイスバーンの路面がない圧雪でやってます。ただ部分的に多くの車が雪をどかしてますから、路面もよく見ると圧雪から少し硬いアイスバーンが出てきましたね。そういうところでは新製品の方が、有利なのかもしれませんが、その新旧違いどれだけなのかといっても、本当にこういう実際の路面を走ると人間が感じる感覚では、本当にわずかなものなのかなという気はしますね。ブレーキも、しっかり減速度が出るし、こういうちょっと深い雪入った時はこっちの方がいいんじゃないかなと。そのアイスバーンをどうやって克服するかということで、水分があると滑るということで、まずその水を撥水させたり、あるいはスポイトみたいに吸い取ったりで、逆に、ゴムの中にくるみを割ったものを入れてガリガリと引っかいたり、いろんな各タイヤメーカー苦労してるわけですけど、そのアイスバーンをどう克服するかっていうのが、ずっとその30年前からのスタッドレスの大きな課題だったんだけど、そこはそこそこできたのかなと思うんですね。ですから今はそれ以外の性能で、スタッドレスタイヤのもう一つの問題は夏に使われると、雨の排水性があんまり良くないんですね。極端なこと言うとスリックタイヤというか溝がないタイヤでアイスバーンだけを考えたらサイピングをつけたレースのタイヤの方がグリップするんですね。だけどそれだとウェット性能が出ないので、排水性を持たせるわけですけど、スタッドレスタイヤはですから排水性があんまり良くないと。サマータイヤに比べてハイドロプレーンが起きやすいという問題が起きているので、夏、それが原因で事故を起こす人もそういうケースもあるんですね。ですから、これからはその排水性が一つの課題だし、あと雪のないところを走った時のしっかりした感じとか合成感とか、そういったものも必要ですね。
さて余談ですが、ヨーロッパ、日本より寒いヨーロッパはどうやってタイヤと暮らしてるんでしょうかというと、ドイツはついに、11月になったら雪降った降らないかかわらずウィンタータイヤをつけましょうということが法律で義務付けられました。ですから11月頃に国際試乗会行くと、実は11月にポルシェの試乗会911のカレラ4行った時にもうウィンタータイヤついてましたね。それはもう法律で決められてるんですね。でそれは夏タイヤのゴムが低温で効かないので、雪降る降らないにかかわらず、外気温がだいたい5度前後までしかダメですよっていうのが夏タイヤの使用限界なので、ウィンタータイヤを法律で義務付けたり、あるいは他のヨーロッパ諸国では、限りなくウィンタータイヤを推奨してますね。日本も日本は意外と南北に長い列島なので、沖縄みたいなところから北海道みたいなところがあるので、タイヤも何パターンかの何種類か必要なのかなと思うんですけど、